こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、金鉱石を塔に積み上げてはい座標18の高さに達しました。そして海洋バイオームのおかげでゾンビ肉もいっぱい取れました。食料調達だけは余裕できてきたわね。ハートが回復できるほど確保できたのが大きいです。さて簡易地図ですが、現在地は南北通路8本目のスタート地点です。今回は8本目を掘り切って、拠点への通路を開通させるところまで目指します。ただ、海洋バイオームがこんな感じに広がっていそうで、いつも以上に戦々恐々としてます。なお収集炭ブロックは、次の狙い目は廃鉱産出ブロックです。他のブロックは正直運次第で、例えば雲のスポナーが見つかれば固形石や色違いの羊毛が視野に入ってきます。さて、ほどなくして真っ暗洞窟を掘り当てました。廃鉱は松明が時々あるので、明かりがあった方が期待できるのですけど。と思ってたら明かり来た。安全確保しつつ洞窟を進んでると、残念明かりの正体は溶岩でした。基本はぬか喜びよね。さらに8分後再び真っ暗洞窟掘り当てました。やっぱりゾンビいた。さっきから大きめな声がしてたんですよ。しかしもうゾンビ乱獲しないでいいですよね。ゾンビ肉の保有数は、死んでアイテムロスとした時の精神ダメージに比例するんです。面白いから買っておきなさいよ。2分後、気が変わってやっぱり乱獲することにしました。よく考えれば今いる場所は山岳バイオーム、つまりこれは山の幸なんです。逃してはありません。一体何を言ってるの？来た8枚目。ついにゾンビ肉8枚確保。現在の貨幣価値に換算すると8億以上です。まあ8億もらえるならゾンビ肉8枚食べる人もいるかもね。さらに2分後また洞窟を掘り当てました。溶岩は時々見つけてますが、溶岩海を見たのは久々です。それから10分少々してまた暗い洞窟掘り抜きましたが、どう見ても廃鉱形状ではないですね。ここはスケルトンの音が怖いので深入りしません。頭の上で歩かないでほしいです。さらに10分少々掘り進めたらエメラルド鉱石を掘り当てました。エメラルドはさすがに廃鉱見つけるまで使い道ないわね。いえ、使い道全くないわけではないですよ。スポナーの宝箱などから金リンゴを入手して、村人ゾンビを治癒すれば取引で使えます。例えば羊飼いを引き当てれば羊毛全色が入手可能になります。弱化ポーションが作れないのに治癒できるの？ウィッチに投げてもらう手がありますよ。アイテム拾わせたり名札を使ってモブをディスポーンさせない対策は必須でしょうけど。まあさすがに狙わないでしょ。仮に狙うとしたら、私の知らないところでブロック埋蔵仕様が変わってて、積みそうになった時くらいです。それから3分掘り進んだところです。デバッグ画面のブロック情報がモンスターエッグです。やっぱりブロック情報が変わるんですね。予想通りでよかったです。ふと思ったのですが、これシルクタッチで入手可能ブロックなのでしょうか。まあ試す時まで大切に取っておきます。そしてそれから15分経過したところです。横3ブロック分広がっている金鉱脈を見つけました。また？鉱脈が隣接していると考えてもちょっと見つかる頻度高いわね。ぼちぼち本気で気になって掘り開けてみたのですが、これどうなんだろう。縦横90度回転させた形も生成されるようになったとか。いえ、90度回転させても従来の生成アルゴリズムなら、一つの鉱脈でこの形状になることはありえません。具体的にはこの橋が、こんな時間に誰か来たようです。どうもこの話題、これ以上触れてはいけないようです。それからしばらくしてまた真っ暗洞窟を掘り当てました。安全確保ですが、全部塞ぐとブロック消費が激しいので、だいたいいつも通路横の下側と頭上を塞いでます。
子供ゾンビが湧いたらどうするの？湧くのはレアですし、基本的には視野に入らなければ近寄ってきません。声聞いたら逃げます。で、少し掘ってコウモリの音で振り返ったら、なぜか大量発生しているんです。ちょっと嫌な感じです。うわー、急にドアップやめてくださいって。これもうブロックに超接近して掘るしかないですね。本当は後ろにモブが分かれた時に、数歩前進してブロックを受けるマージンが欲しいんですけど、言ってくれた、よしよし。それから2分ほど掘っていたところです。この企画初の石海岸バイオームに入りました。まあ山岳を今まで掘り進んでいたし、海洋が広がってそうでしたし、この辺りにあるかなと思ってたんですけどね。それから14分過ぎたところで、案の定海洋バイオームを直進中です。ここで満腹ゲージが残り骨付き肉2つまで減ったので、そろそろ食事の頃合いです。骨付き肉9個分残りました。予想より食中毒のダメージが少ないです。隠し満腹度効果でしょうか。さて海洋に入って後方確認の頻度を上げてますが、ようやくモブが湧きました。装備のせいでゾンビかスケルトンか識別しづらいわね。金装備はスケルトンっぽいです。向こうを向いている隙に、ゾンビだけこっちを察知してくれないですかねって無理でした。しかしそれから30分少々海洋をずっと掘り続けていた割に通路にモブは湧かず、やっと湧いたのはコウモリでした。ゾンビの声がするので割と近くに洞窟があるはずですね。あまりモブが湧かないのは洞窟が近くにいっぱいあるからかもしれません。で、今度のコウモリはうざいんです。まとわりつかれてなかなか離れてくれません。さっきみたいにブロックに接近して掘ったらどうなの？この場所はすでにリスポーン拠点から160メートル圏内なんですよ。ここで死んだらアイテムロスとほぼ確実です。うざいですが安全優先で遠目から掘っていきます。コウモリに何度も邪魔されてる間に、やっと次の海の幸が湧きました。手ぶらゾンビか。もうゾンビ肉4枚まで減ってるので遠慮しなくてもいいのに。そんな食い意地張られたらゾンビも遠慮したくなるわよ。またか。コウモリよコウモリよ、なんでお前はそんなにうざいんだい？本当は塞ぎたくないんですけど、海の幸が見えなくなるので、あと、洞窟掘り抜いた時に退路確保したかったのですが、さすがにコウモリに根負けしました。さて、ぼちぼちコウモリが消えてる頃だと思うのですが、距離が足りなかったか。スケルトンはいてるし。で、試しに通路の上側だけに土を置いてみたんですが、なんでかこの後リスポーンするまでずっと土にぶら下がったままでした。飛び立つ時隙間がいるのかしら。さらに20分ほど進み、8本目ゴール近くになったところでまたゾンビが湧きました。向こうにクリーパーが湧いてますが、今回はうまくゾンビだけ引き寄せられました。無事にゾンビ肉5枚目ゲットです。そして5分後、南北通路8本目ゴールです。結局ここまで海洋が広がっていました。結局廃校でなかったわね。でなかったです。しかし、雲の声が近いです。声の方向を探りつつ腹いせに雲の糸ゲットを目指します。拠点方向への東西通路から7メートル外れたところで洞窟掘り抜き成功です。随分手慣れてきたわね。若干長く声を出すゾンビがいたから方向探り当てがまあまあ楽でした。でも、スケルトンまで湧いているんですよ。どうしたものか。ちょっと焦るって。まあ満腹ゲージの余裕はあるし、スケルトンは普通に攻撃、ゾンビは穴に落とせばいいですね。
よし、6枚目ゲットです。雲よ待たせたな、いざ尋常に勝負。でも安全地帯から狙うんでしょ。なーに、私の腕なら安全地帯からでも火ダメ余裕です。まあ確かに。本気でノーダメージで倒そうとしてたんですけどね。うおー怖い。そういや、うおー。よーしかなり久々の雲撃破、なんとかやり遂げました。で、これだけ頑張ったのだからご褒美の雲の糸は、もちろんそこの石の影に落ちているはずです。はずでした。いつも通りの展開だったわね。まあいいんです。きっと雲の糸の平均ドロップ数は1本なので、あと3体倒せば羊毛分が集まるんです。テリーの運に平均値を求めるのは酷よ。うおーちょっとゾッとしたんですけど。なんでそこにいるのいつからいたの？ああ、せっかく毒ポーション投げつけられて盛り上がるチャンスを。そんなチャンスいりません。で、少ししてから砂利を落とせば仕留められるのではと思って掘ってみたのですが、残念ながら逃げられた後でした。というところで今回はここまでです。さて、次回は拠点方面の残りを掘り切るまでは考えてますが、あとは6本目の残りを掘るか、要塞生成エリアを掘るかどっちにしようかな状態です。悩みどころです。それではまたね。バイバイ。